皆さんこんにちは。背景イラストレーターのありです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回はですね、前回から引き続き今から始める背景イラストその2をやっていきたいと思います。ぜひですね、今回も最後まで見て奥行きの方法、遠近法の種類とかですね、を覚えていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、今から始める背景イラストその2になります。前回ですね、この万能な四角形というものをやりました。四角形をですね、いろんな削ったり足したりしていろんな家具とかですね、そういうのを簡単に描いてみようというものをやりましたが、今回はですね、背景イラストで重要になる遠近法というものについて紹介したいと思います。簡単な遠近法というのもいろいろありますので、奥行きを出すために必要なものをですね、何個かだけ紹介しようかなと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。それではですね、遠近法なんですが、まず遠近法とはということで、どういうことなのっていうとですね、イラストに奥行きを与える技法だと思ってください。もうペタって描いてるやつだけだとですね、なんとなく奥行きがわからないよっていう時にですね、いろんなやり方があるんですね。みんなが詳しくね、知ってるものから、意外と聞いたことないものまで。でも、日常的にですね、必ず使っているものになりますので、ぜひですね、見ていただければと思います。まず一つ目の遠近法になりますが、これは線遠近法というものになります。で、この線遠近法はですね、パースとよく言われるものがね、イメージされやすい遠近法になります。結構ね、イラスト描こうと思った人は、パースってなんとなく聞いたことあるんじゃないかなと思うんですが、このパースっていうのはですね、このラインが引っ張ってるやつですね。これは線遠近法と呼ばれるものになります。いろんなルールがあってですね、それに基づいて書かれるんですが、こういう感じで奥行きのラインが出るものだと思ってください。使いやすくですね、奥行き非常に目で見やすいし分かりやすい。さらに覚えるとですね、ちょっとキチキチかけて楽しいポイントがあります。なので遠近法っていうとですね、このパースっていうイメージがあると思うんですが、実はこれ以外にもね、いろいろあります。で、この線遠近法はですね、またいろんな僕の他の動画とかでもやってますし、また次回ですね、一点通しの線遠近法をやりますので、今回はちょっと次に行きます。次紹介するのが頂上遠近法というものになります。これですね、聞いたことあんまりないと思うんですが、生活の中でよく多分一番目にするんじゃないかなと思う遠近法になります。どういうことかっていうとですね、前後が分かりづらいですね、こういう。遠近感のないものとかあんまり感じられないものですね。でも、実はですね、浮かしておきましょうね。でも実はですね、こんな感じで重ねてあげることによって、奥行きが、ここが前、ここが後ろって分かりますよね。でもこれがですね、離れてたりとか、特に絵で描くとですね、前後が分かりづらい。なので、わざと重ねてあげる。ですると、奥行きが分かりやすくなるんですね。なので、今皆さんもですね、例えばパソコンで見てる方とか、パソコンの方向とか違うところでもいいんですが、見てみると、手前と奥に違う物体がね、こうやって重なってというか、置いてあるものがあると思います。で、後ろの物体は手前の影で隠れて見えない部分があると。そういう部分があると、こっちのね、奥の方が奥行きに見やすくなるんですね。なので、非常に当たり前のことなんですが、この当たり前のこともですね、名前がついている上にかなり重要になってきますので、頂上遠近法、僕は重ね合わせとかよく言うんですが、重ね合わせはですね、かなり重要になってきますので、イラストでもですね、無意識に使えると一番いいんですが、わざとですね、重ねて隠してみようとか、そういう感じで使ってあげたりすると、いい感じの効果を得ることができますので、ぜひ覚えておいてください。さあ、その次は上下遠近法というものもあります。これ道路とかですね、だと非常にわかりやすいですし、アニメで道路でね、奥の方に行くときによく使ったりする技法なんですが、これ同じ車なんですね。なんですが、上にあると奥の方に見えるんですね。で、下にあると前にあるように見えるっていう、不思議ですよね。なぜかそう見えるんですね。で、これが上下遠近法になります。なので、上に置くか下に置くか、ちょっとずらすだけでもですね、変わってきますので、特にさっき言ったように道路とかですね、上の方に向こうの方に行くようなアニメーション、車がとかだとこういう感じで走らせてあげたり、カーチェイスをするときとかですね、奥に逃げてる車とかだったら、こっちに逃げてる、こっちを追ってるとか、そんな感じでですね、作ってあげたりするといい感じに差ができるかなと思います。なのでこれもですね、非常に無意識ですが、使ってる人も多いかと思うんですが、実は上下遠近法って名前があるよっていうのをね、覚えておいていただければと思います。今回この3つを紹介するんですが、他にもですね、空気遠近法とかね、そういういろいろ聞いたことね、なんとなくあるとかいうね、遠近法もあったりします。結構いろいろあるんですが、よく使うかなと思ったのはこの辺だったの。この3つが結構僕はよく使ってたので、この3つをちょっとね、紹介してみました。他にもね、興味がある方はぜひですね、いろいろ調べるといっぱい出てくるので、見ていただければと思います。はい、そして
ですね、この今言った線遠近法以外なんですが、の遠近法を使ったイラストの例がこんな感じになります。これね、何が使われてるかっていうと、一番使われてるのはこの頂上遠近法ですね。これ重なってるですね。で、特に手前に、一番手前にもでっかい木があったりすると、この木もここで重なってますね。で、さらにこの木の奥の方、この木から出てる枝も重なることによって、この枝は奥にあって、こっちの枝の方が回って手前にあるんだなっていうね、枝と枝のこの重なり合わせもかなり重要になってきます。それをうまくですね、使うことによって、この枝は奥にあるんだとか、この木のね、この枝はこっちから入ってこうなってるんだとか、ここからこうね、ぐにゃぐにゃって曲がってる枝とかがあったりすると、さらにそういうのが分かりやすくなりますので、今回のこの参考にした絵はですね、頂上遠近法をかなり使っております。あとは上下遠近法とかですね、ちょっとちっちゃくはしてるんですが、そういうのがあったりとか、いうのを使ってあげると、これ、ちょっと奥行きはね、線域を使ってないので、ね、ちょっと奥行きは立体感っていうね、奥行きは感じられないと思うんですが、普通の絵としてのどこに、どっちが手前でどっちが奥だよっていう、そういう奥行きはね、わかるんじゃないかなと思います。なので、意外とですね、この重ね合わせとか上下とかを使うだけでですね、何が手前にあって何が奥にあるのかっていうイラストの説明はできますので、こういう簡単なですね、まず遠近法を使って、なんとなく奥にあるようなイラストを描いてみることをお勧めします。で、遠近法はですね、ここに書いてますが、日常生活で目にすることばかりになります。特にこの重ね合わせとかね、はもう日常生活で、見ることが多いです。これ線遠近法ってもですね、かなりこういうサイコロとかも、ここの線、ここの角の辺ですね、奥に行く辺。これとかはどこかがギューってね、収束していってるので、そういう感じで日常的に見ることが多いので、いろいろな風景をですね、見るときに意識してみてあげる。これ重ね合わせてこっちが手前に見えるんだなとか、それを二次元で切り取ったときにですね、そういう見方でですね、いろんなものを意識してみることで、自分の描く絵にもですね、影響を与えるようになると思いますので、ぜひですね、そういう見方でいろんなものを見ていただければと思います。さあ、いかがだったでしょうか？今回は今から始める背景イラストその2になりました。遠近法とはという内容でね、やっていきました。いろんな遠近法がありますが、すべてですね、物を奥に行って見せるとか、手前にあるように見せるというね、そういう技法になっておりますので、いろんな面白い使い方をしていただければと思います。また次回はですね、この中の線遠近法についてもう少しやっていきたいと思いますので、ぜひ次回も見て、さらに奥行きの話をですね、感じていただければと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方はぜひですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のベルの方を押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。